めっちゃガタガタしてんの。めっちゃガタガタしてんの入ってたじゃん。ちょっと待って。こんばんしょこんばんしょみんな。マイクね。マイクちょっと今。さっきまで歌ってたから違うマイクになってるんですけど。まあいいでしょう。始めます。皆さんこんばんしょ聞こえてますか？大丈夫そうですか？はい、じゃあ配信始めますよ。はい、なんて言うんだろう、アンドッキング。3、2、1、アンドッキングかな。5、4、3、2、1。なんだろう、別居確定。セパレーション。はーい。皆さん、こんばんさん。ロケットアイドル Vtuber の宇推くりあです。はーい。リリース分離ありがとう。もうちょっと大きくなりたいな。にゃこんにちは、こんばんさん。ようこそ。宇推くりあの配信へ。あんまり、告知ができなくてごめんよ。ついさっきまでリア。深刻な作業が、まだ終わってないんだけど、もう頑張るわ。今からね、ISS から、古川宇宙飛行士を含む、クルー7の4名が、クルードラゴンに乗って、離脱して、そして明日の午後6時頃には、海に着水するんですが、もうね、出発するということで、今から ISS からの出発の様子を見ていこうと思いますよ。よろしくお願いします。って言ってもいつもみたいにロケットの手がワイって感じっていうよりかは、なんかこう、しっとり眺めるみたいな感じがいいかなと思ってて、しっとり眺めましょうか。ワンシャンハオ、ありがとう、ワンシャンハオ。こんばんしょ、ありがとう。はい。やっぱ配信するとね、すっごい楽しくなっちゃうね。で、まだね、まだちょっと分離まで時間があるので、少し、配信の紹介をしてもいいかな。はい、ちょっと先になんだけど、リアの予定を話させてくださいね。なんとですね、告知がすっごく遅くなって申し訳ないんですけど、明日の夕方からですね、夕方でもないか。なんと、宇クリア宇宙開発利用大賞の表彰式の副音声配信が、ピロンって言った副音声配信が、なんで止まるん？副音声言わせてくれない。PR させてくれない。ピアノ PR させてくれない。どうして悲しい。じゃあリア、もう配信、こっちの配信にしますね言わしてもらえなかった。ちょっと待ってね。悲しかったな。久しぶりに悲しかったな。今3回連続でピロリンってなるなんて思ってなかったなあ。ババン。あら。ババンって出した。なんとあともう少しで6万人になっちゃいますよ、皆さん。6万人に。400人ありがとうございます。
まだ分離してないので大丈夫です。なんだこの配信。なんだこの配信。待って、おすすめるな、こんなの。誰が乗っけたの、おすすめに。なんでこんなおすすめに乗っけたの。リア選んでるわけじゃないと思うんだけど。こんなんおすすめんだ。もう、ライブ配信中これですね。で、リアのおすすめはこれなんですけど、これです、これ。なんかすっごいことになっちゃったな。なんと、明日の16時半から、はい、なんと、第6回宇宙開発利用対象の表彰式の同時視聴副音声配信が決定しました。イエーイ。これは内閣府です。内閣府宇宙開発利用対象でございます。はい、私内閣府の宇宙開発利用対象の第6回宇宙開発利用対象の PR キャラクターとしてこちらの配信をしますので、ぜひ明日多分ね4時半から始まっても結構あるんじゃないかなと思ってて、だからこのクルードラゴンが帰ってくるところが見られないんですよね。なので明日はちょっとリアはこっち優先でやらせてもらいます。はい、第6回宇宙開発利用対象表彰式を見ようと思いますので、よろしくお願いします。受賞事例の解説なんかもしたりとか、コメントをしたりとかもしますから、よろしくお願いしますね。内閣府のやつ知らなかった人いる？私ね、第6回宇宙開発利用対象の PR キャラクターとして PR していたんですよ。この半年間。半年間って言ってもね、11月で応募が終わった後はね、応募選考期間があったのでね、その間はリアがやってることが少なかったとは思うんですけど、3月にようやくね、受賞事例が発表されまして、明日こちらの表彰式を行いますので、ぜひ見に来てください。そしてもう一個、さっき枠を作り直したんですけど、はい、こちらカイロスの打ち上げ3月13日の、午前11時1分に再挑戦するということで、今回はですね、イベントの中継がないそうです。イベントはないそうです。現地イベントがなくて中継だけなのかな。ちょっとどんなものになるかわかんないんですけど、現地イベントはないっていうのはね、書かれていたので、そこだけ注目ですかね。そこだけというか、そこの時だけうまく言えないな。現地イベントがないということが分かっているので、リアの配信もどうなるか分かんないのですけども、また配信をする予定なので頑張ります。はい、ということでリアの配信なんですが、今この分離配信見た後、明日は宇宙開発利用対象で、その後終わったらエレクトロンと、13日の朝にはカイロスですね。はい、ロングマーチ本当は見れたらいいんだけど、ロングマーチないからね、配信が。まあいろいろ頑張りましょう。確定なもちもありますからね。じゃあNASA のイベントの方を見ていきたいんですけど、分離するのかしら。あ、ちょっと出てるね。ちょっとまあ今待って出しますね。はい出ましたよ。NASA TV。あれ？音消しましたね、BGM の方は。ちょっと音上げますね、こっちの。No-go poll take place a few minutes ago. Everything is on time and going smoothly, looking like we're going to have a great undocking this morning. 伝わるかしら、これ。ちょっと戻すか？ドーンって何があったん？
Roscosmos cosmonaut and current space station commander Oleg Kononenko. Of course, just like its approach to the International Space Station, Dragon's departure and deorbit is designed to be fully autonomous, requiring no action from the crew on board. NASA astronaut Laurel O'Hara helped the crew members prepare for departure today and will also be watching from the cupola. But the prime departure monitoring role falls on Jasmin Moghbeli from inside Dragon. Mission controls in Houston and Hawthorne will also help to back them up. But for now, let's go over to Leah Cheshire at the Johnson Space Center to talk a bit more. Standing by here in Hawthorne, California. The Capcom here today is Amy Dill and the flight director. So again, we are at Naval Test Pilot School. As not the crew doesn't have to stop at any of the waypoints, like when we see a vehicle arrive and dock to the International Space Station. Once the undocking sequence is complete, Dragon will use its Draco engines to thrust away from the station in a series of 5 departure burns, which are... ここで最初でまずね、ISS から離れていくときに、デパーチャーバーンというのが行われます。デパーチャーは出発ですね。バーンは燃えるので出発燃焼っていう感じかな。ドラコエンジンというエンジンを吹かして出発燃焼を行います。クルー8だって。クルー8じゃないんじゃない？クルー8じゃないんじゃない？まあいいや、一緒に。Carefully choreographed maneuvers that will increase the distance between the spacecraft and the space station. From there, a phasing burn will place Dragon on a trajectory back to Earth. So again, we did have that go no-go poll take place a few minutes ago. トランクの部分を外して上のとこだけ帰ってきます。トランクはこのまま地球に落ちるということになりますね。でこの後、これも明日の話なんだけど、明日、着陸の前かな、着水の結構前に軌道離脱燃焼とあとそれからパラシュート開いて着水ってところまで行われます。これは明日なので、今日は本当に分離するところだけを見ることになりますね。ってことでよろしくお願いします。But we will continue, of course, to provide live updates as we hear them. もう一回ちょっとAnd so back to Jasmin. In all, she has accrued 2,000 hours of flight time in more than 25 different aircraft. At the time of her selection as an astronaut, Moghbeli was testing H-1 helicopters and serving as the quality assurance and avionics officer for VMX-1. She's also the proud mom of twin girls. With this mission, she will have logged an estimated 199 days in space during her first flight, including 6 hours and 42 minutes during her first spacewalk. Today, she is the commander of Crew-7. Sitting next to Jasmin is pilot Andreas Mogensen. This is Mogensen's second trip to the space station. His first was as the flight engineer for the ESA IRIS mission in 2015. He was born in Copenhagen, Denmark, and graduated with an international baccalaureate from the Copenhagen International School, a master's degree in aeronautical engineering from Imperial College London, and a doctorate in aerospace engineering from the University of Texas at Austin. In 2015, Mogensen became the first Danish person to go to space and currently is serving as the European Astronaut Liaison Officer to NASA's Johnson Space Center in Houston. With this mission, he will have logged 209 days in space across 2 flights. In the role of mission specialist is Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Satoshi Furukawa. Furukawa's interest in space began when he was just 5 years old and saw the Apollo 11 moon landing on TV. He was also a fan of the Japanese... だってさ、5歳の時にアポロの着陸かなをテレビで見たそうです。だってそこだけ And we did just hear the call out that first set of hooks has successfully opened. Everything is going on track perfectly smoothly this morning. Again, there's 2 sets of hooks, each in a group of 6, so 12 in all. So halfway through, and we'll continue to monitor those hooks opening as we continue to tell you about the rest of the crew. So
Furukawa was also a fan of the Japanese TV space hero Ultra 7. His professional career began as a medical doctor, but after seeing a news report about Japan auditioning for new astronauts to do science experiments on the space station, he decided to apply. He was selected by the National Space Development Agency of Japan to be an astronaut candidate in 1999, and his first mission to the space station was as flight engineer for Expedition 28 and 29 that launched from the Baikonur Cosmodrome in June 2011. Following this mission, he will have logged 366 days in space across his 2 trips. And to round it out, mission specialist Konstantin Borisov was selected to be a cosmonaut in 2018, and this was his first trip to space. He has a Bachelor of Economics from the Russian Academy of Economics, a Master of Science in Operations Research and Systems Analysis from Warwick University in Coventry, UK, and a Master in Aircraft Life Support Systems from the Moscow Aviation Institute. He has worked for companies such as Volvo and the Boston Consulting Group. He's also an experienced freediving instructor and an international freediving judge. He will end this mission logging 199 days in space. And we are just about a minute away from the expected undocking time. We're currently in the procedures to undock. We've already decoupled the umbilicals from the Dragon spacecraft and the space station, and the first set of 6 hooks of the 12 total hooks have been confirmed. 見せてくれるかな。さっきから映像がないのが気になっててさ。And so we did just get that call that that second set of 6 hooks is now open. So to continue to walk us through the separation of Dragon from the International Space Station, let's toss it over to Leah Cheshire in Mission Control Houston. あ、分離成功したって言ってる。分離したの見せてよ。ねえ、分離はねえってば。分離見せて、見せて。Thanks, Sandra. We just heard that separation is confirmed. The International Space Station and ISS から分 Dragon 離 flying したということが確認されたという話がありますが。at 10:20 a.m. Central Time, 11:20 見てて、a.m. 見 Eastern てて、Time. 見てて。ないんですね。いや違うの。あるの。普通は。でもタイミング的にないとかはあるの。なんていうのかな。見れない時とか。でもね、通信できてるから見れると思うんだよな。Depart zero burn being a very short burn using the service section Draco thrusters to break some stiction from Dragon and the International Space Station, officially marking its departure. We are standing by for Depart Burn 1, which will increase the opening rate between the spacecraft and the station. Again, at this time, the crew are all suited up and in their seats. They'll have an opportunity to get out of their suits shortly and prepare for their longer ride home. 見れるか見れないかは、なんかその日の、あれなんかわかんないけど、見れない時もあるんだけどね。見せて、見せて。見たいな、リア。明日のさ、着水が見れないからさ、時間的に。Again, the departure of Dragon Endurance this morning coming at 10:20 a.m. Central Time, 11:20 a.m. Eastern Time. As the International Space Station and Dragon were flying 260 statute miles over Hawaii. That means Jasmin, Andy, Satoshi, and Konstantin have completed their journey aboard the space station, wrapping up 197 days on the orbiting laboratory. By the time they splash down tomorrow, the crew will have reached 199 total days in space since their launch on August 26th. なんで見れないの？見せて見せて。なんで見せてくれないの？見せてよ。なんでよ。でも NASA が見せてくれないときは、どこも見せてくれてないと思うから、無理なもんは無理なんやろな。Of course, we are still monitoring here. On the right side of your screen, you see Mission Control Houston, led by Flight Director Judd Freeling. This team continues to monitor the departure of Dragon until it's outside the approach ellipsoid. There's another milestone we'll hit before that. That's the keep out sphere. These are two invisible boundaries around the International Space Station. すごいの来た。ありがとう。コメントちょっと下げるね。こんばんは。カイロスの配信の時に合格発表だったものです。動画に関係ないですが、無事第一志望の大学に合格することができました。一応報告させていただきます。おめでとう。おめでとう。Here in Houston will no longer be in joint operations with the
teams in Mission Control Hawthorne on the left side of your screen. That team will continue monitoring the Dragon Endurance's journey itself, along with our 4 crew members aboard. And the team here on the right will remain working on international space station operations. おめでとう。やったじゃん。さすが頑張ってきた成果が実を結んだんだね。春から大学生ですか？大学はね、入ったら終わりじゃないからね。頑張れ。友達を作るんだぞ。単位をな。単位を取れなくなりそうな時に助けてくれる友達を作るんだぞ。工学部です。なおさら友達を作るんだぞ。出席が危うくなったときに、ピッと。壁がわかんないときに、一緒に考えてくれる友達を作るんやぞ。女子とも遊ぶんやぞ。そうそう、ほんとだ。なんで今日映像ないの？いつも映像あるのにさ、なんでないの？なんか概念図出てきた。ピーピーって言ってるよ。Eastern Time, and you can see on your screen a graphic of how this procedure こっ works. ちからこ We've うい already って had シュッ depart と抜ける burn のか。 0, and again are just waiting for depart burn 1, and that will increase the initial opening rate between Dragon and the space station. We are about 20 seconds away from that depart burn 1 beginning. At this time, Dragon is 129 meters away from the International Space Station and continuing to get further and further away. Of course, we'll see that number grow following that departure burn as well. About 5 seconds away from that burn beginning. 速度をピピピピって合わせながら近づくんだけど、離れるときは上にスッて抜けるんだと思う。多分。いつもはね、いつも映像があるの。ごめん、みんな映像なくて今日よくわかんないけど、本当になかったら別の時の映像見ようね。ごめんね。よかったらグッドボタンを押していってね。映像ないとか言いながら。よかったらグッドボタンを押してって。押して押して押してデパート1の燃焼も終わってんじゃん。こんなに見せてくれてないの？なんでなの？Dragon copies depart 1 burn is complete and station さっきのキープアウトスフィアを抜けたようです。キープアウトスフィアっていうのは概念の丸ですね。今この声はドラゴンからの通信です。So Laurel, we'll see you in a couple weeks, and we left you some peanut butter and tortillas in Node 1. 古川さんの飛行は、多分宇宙への飛行はこれが最後なんじゃないかと言われていますね。Hey, Jazz, Andy, Satoshi, あ、 congrats. 今呼ばれてる。こ I miss you guys already, and thanks れは ISS からの通信かな。おめでとうって言ってるよ。バイバイって。Have a beautiful flight. Enjoy the last few hours in orbit and soft landings. Can't wait to see you guys in a couple weeks. Thanks, Laurel. Looking 軌道 forward 上 to で seeing の you 残 soon. り数時間を楽しんでね。そしてソフトランディングを楽しんでね。Miss you guys already. See ya. Hey, thanks from Dragon. We go to come on to Super Strike. Yes, Dragon, we're glad to have you aboard. We're going to be turning off the fasten seatbelt sign shortly, so you have that go for 4.012, and we're going to take cameras external. 到着は明日の午後 Okay, 18時 copy. Go 50 for 分頃の予定です。 4.012, and copy taking the 30 cameras 分ぐらい external. 前から Thank 見 you. ていくといいと思いますよ。18時半ぐらいから見ていくといいかなと思う。Okay, so we
And on the big loop, Dragon has exited the keep out sphere. Safe travels, Crew-7, and we'll see you at home. Dragon copies. Thanks, Houston. We look forward to seeing you all shortly. はい、アプローチエリプソイドからも抜けたそうです。アプローチエリプソイドっていうのはさっき出てた。And so we did hear quite a bit of communication back and forth on the loops there from the ground as well as between the International Space Station, Laurel O'Hara, who is remaining on board for a couple more weeks, and then NASA astronaut Jasmin Moghbeli, who is the commander of Dragon, thanking Mission Control for their time in orbit and all the hard work that the folks put in, as well as saying that they left maybe a secret peanut butter surprise for Laurel on Space Station. We also did hear that Dragon exited the keep out sphere. So this keep out sphere is an imaginary sphere or boundary which is 200 meters in radius around the International Space Station. It's one of several safety zones set up to govern visiting vehicles either arriving or departing the space station. Before moving into the keep out sphere, spacecraft have to be configured where they would not cross the imaginary boundary for at least 4 orbits, even if the spacecraft lost all maneuvering capabilities. And we are now waiting for Dragon to exit the approach ellipsoid, or the AE, which is another imaginary shape, this time a 3-dimensional ellipsoid measuring 4 by 2 by 2 kilometers in the same family as the keep-out sphere. One of the key differences with the AE is that vehicles outside of it have to be on what we call a 24-hour safe free drift trajectory. That means the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, again, even if it lost all maneuvering. So we'll listen for that call out once we hear confirmation that Dragon is outside of the AE. And we did also hear comms about the big loop being deconfigured after the approach ellipsoid is moved past. The big loop is a way for the crew in Hawthorne, California, which you see there on your screen, as well as Mission Control Houston, and the crew on Space Station and the crew in Dragon can all communicate on one big loop and have communications freely flowing between them. So we call this portion integrated operations, and once we do exit the approach ellipsoid, we will end those integrated operations. And we are expecting the approach ellipsoid exit in about 9 minutes or so from now. Jenny, Michael. So Hello.座ってさ、その役所開発とか。SpaceX Dragon スペース X のは全然わかんないんだよね。ここに座ってる人が何してるか。全くみんな同じような感じで座ってるからわかんないよな。We have you the same. マイケル・ボブなのに。And on board Dragon, the crew is going to begin to work on getting out of their spacesuits for the journey ahead. They are splashing down early tomorrow morning, so they're going to get comfortable. They do wear those spacesuits during some of the more dynamic phases of the mission, such as launch, as well as docking and undocking, and of course, splashdown. But now that they have successfully undocked from the International Space Station at 8:20 Pacific, about 12 and a half minutes ago, they are able to get out of those spacesuits, get comfortable, maybe have a meal, and just enjoy their last few hours in orbit. Yeah, and you may have heard the core that they are going external. That means that they are giving the crew privacy on board of Dragon. And we also, unfortunately, haven't been able to get any external views of Dragon just yet because we've been in orbital nighttime. So it is pretty hard to get some views when it's dark outside. But as soon as we're able to get some good views, we will definitely share them with all of you that is tuned in today. 本当に
And the International Space Station is currently flying 264 statute miles over the South Pacific Ocean. And Dragon, again, undocked at 8:20 a.m. Pacific and is now 485 meters away from the International Space Station. The next major milestone that we're looking ahead towards is when Dragon exits the approach ellipsoid. That's that 4 kilometer by 2 kilometer by 2 kilometer imaginary oval around the International Space Station. So we are expecting that in about 6 minutes or so from now. Crew-7 spent 199 days in space, with 197 days docked to the International Space Station. And during this time, they completed 3,184 orbits of the Earth, traveling more than 84 million statute miles. The crew also saw the arrival of 7 visiting vehicles, including SpaceX's 28th commercial resupply services mission, Northrop Grumman's 20th commercial resupply mission, 2 Russian Progress resupply ships, 86P and 87P, 2 crewed SpaceX Dragon vehicles carrying the Axiom Mission 3 crew, and of course, just last week, Crew 8. They also saw the departure of 7 visiting vehicles, including the Dragon for SpaceX's 29th commercial resupply services mission, the Cygnus spacecraft for Northrop Grumman's 19th resupply mission, 2 Russian Progress resupply ships, 84P and 85P, as well as 2 Crew Dragon spacecraft carrying the Axiom 3 crew and Crew 6 home, as well as a Russian Soyuz vehicle for the MS-23 mission that returned NASA astronaut Frank Rubio to Earth following his record-breaking mission in which he broke the record for the longest single spaceflight by a U.S. astronaut. And just saying that is a mouthful, so I'm sure this crew is ready to be home after a very successful mission. We saw a lot of visiting vehicles, a lot of space station traffic, and in addition to that, they worked on hundreds of science experiments during their 6-month mission. And as we continue to monitor Dragon exiting the approach ellipsoid, I'm going to toss it back over to my colleague, Leah Cheshire, who's going to walk us through the next steps from Mission Control Houston. Over to you, Leah. Thanks, Sandra. Now over 15 minutes since undocking this morning, and you mentioned science experiments. Let's talk about one of those. Over the last 23 years, crews aboard the International Space Station have completed thousands of scientific and educational experiments, and of course, Crew-7 added to that number during their 6-month mission. One of those studies was CIPHER, which stands for the Complement of Integrated Protocols for Human Exploration Research. Of course, you know we're looking for longer journeys to the Moon and Mars, so scientists are examining how extended time in space affects the human body. Astronauts on missions of various lengths can participate in an integrated set of studies that monitors their health before, during, and after missions. Results could play a pivotal role in ensuring the safety, health, and success of astronauts on deep space exploration missions. CIPHER began with Crew-7 and is continuing now with Crew-8, which just launched and arrived to the space station last week. As you mentioned, we are standing by for Dragon to exit the approach ellipsoid. That's the 2 by 2 by 4 kilometer invisible sphere around the space station, which we use to monitor arriving and departing spacecraft. That is monitored by the team in Mission Control Houston, and once they exit, we will be out of joint operations. Of course, this team continues to stay in the room and monitor all things space station 365 days a year. After joint operations are over, we do transition out of the big loop. This is the loop used for communications between all parties involved in the arrival and departure of Dragon. That means the space station, Dragon, Mission Control Houston, and Mission Control Hawthorne all on the same loop for easy and streamlined communications. We will take that down once they are out of this vicinity of the space station. And we previously heard Jasmin Moghbeli testing out the Dragon communication loops to ensure we had good comms there, and we did receive that confirmation. Jasmin Moghbeli, while aboard the International Space Station, conducted one spacewalk with her colleague Laurel O'Hara, who we heard some words from just shortly after Dragon's departure this morning. Again, that departure at 10:20 a.m. Central Time, 11:20 a.m. Eastern. Their spacewalk lasted 6 hours and 42 minutes. It was the only spacewalk conducted for crew members on this spacecraft. 全然
全然今日の古川さんの分離の様子が見れないわ。 Again, standing by for Dragon Endurance's departure from the approach ellipsoid. This is the third flight, therefore the third return to Earth for Dragon Endurance. It first flew on Crew-3 in November 2021. Then later again, almost a year later, Crew-5 launched in October 2022. And of course, for Crew-7, who is coming back to Earth today, August 2023. 2023年の8月 Crew-7 was the first crew in which all 4 seats were occupied by a member of a different nationality or a different partner country. Jasmin Moghbeli is our NASA astronaut aboard, joined by Andreas Mogensen of ESA, the European Space Agency. Satoshi Furukawa is from the Japan Aerospace Exploration Agency, or JAXA, and Konstantin Borisov comes to us from Roscosmos. It was the first flight for Jasmin and Konstantin, and the second flight for both Andreas and Satoshi. JAX って書いてあった。JAXA なんだけど、JAX じゃないんだけど。あ、こんにちは。あ、消えた。JAX ねえ、まだなの？もう全然ないやん。明るくなったら見せるって言ったのに。And just a reminder that after we exit the approach ellipsoid today, we will wrap up our coverage on this broadcast and webcast. However, we will not be leaving you hanging. We're going to continue with some mission audio coverage all the way through the flight home for Crew-7. You can find that on nasa.gov and by searching our mission audio coverage on YouTube. 終わった。オーディオカバレッジが終わった。本当に終わったじゃん。ねえ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 。なん。Again, we're standing by for approach ellipsoid exit. Teams here in Mission Control Houston continuing to monitor the departure of Crew-7 and our 4 crew members as they prepare to rejoin the population of Earth tomorrow morning. With that, I'm going to send it back to my colleagues in Hawthorne, Jesse and Sandra, to continue walking us through Dragon's departure. 今後の ISS の予定を言ったりとか。 Thanks, Leah. Again, we are waiting for Dragon to exit the approach ellipsoid, or the AE, which is another imaginary shape. This is a 3-dimensional ellipsoid measuring 4 by 2 by 2 kilometers in the same family as the keep-out sphere. One of the key differences with the AE is that the vehicles outside of it have to be on what we call a 24-hour safe free drift trajectory. That means that the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, again, even if it lost all maneuvering. So we are just waiting for that call out for confirmation that Dragon is outside of the AE. As we continue to stand by for that call out that Dragon has exited the approach ellipsoid. If you're just joining us, Dragon undocked from the International Space Station 21 minutes ago at 8:20 a.m. 21分前に分離した。 And we did just hear that confirmation that Dragon is now outside of the approach ellipsoid. That was the call we were waiting on. Again, that's another imaginary shape. It's a 3-dimensional ellipsoid measuring 4 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers in the same family as the keep-out sphere, which was exited earlier this morning. One of the key differences with the approach ellipsoid is that vehicles outside it... And Dragon SpaceX on Dragon to ground, you have a go for your preparations for crew off duty at your discretion. We're ready to support in case you'd like to talk to Surgeon. And a reminder to set your audio destinations to ground. ピーって鳴いてんだ。これドラゴンの声だよ。思ったより可愛い声でしょ。ピー。これがドラゴンの中からの通信です。We copy all, and now we're going to configure for crew off duty. わかりましたって言ってるの聞こえたかな。 Good repack, Dragon.
and those words from the ground up to NASA astronaut Jasmin Moghbeli, letting them know that now that they're out of the approach ellipsoid, they can get configured for a crew off-duty period as they wait splashdown early tomorrow morning. The crew is going to get out of their spacesuits and get comfortable for the remainder of their journey. So again, the crew is now out of the approach ellipsoid, which means that the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, again, even if it lost all maneuvering, and we call that a safe free drift trajectory. And with that, now that NASA astronaut Jasmin Moghbeli, ESA astronaut Andy Mogensen, JAXA astronaut Satoshi Furukawa, and Roscosmos cosmonaut Konstantin Borisov have departed the International Space Station, it will take them about 18 and a half hours until they make their way back down to Earth. The crew is currently doffing their spacesuits, or they may have actually completely gotten out of their spacesuits to settle in for the flight home. And today, Dragon is targeted to splash down off the coast of Florida at 5:50 a.m. Eastern Time tomorrow morning, or 2:50 a.m. Pacific Time, on March 12th, followed by the crew getting picked up by sea by one of SpaceX's recovery vessels. As they rest up, our teams here will continue to keep an eye on the weather to ensure a safe return to Earth for Dragon and our Crew-7 astronauts. And though our coverage here in Hawthorne is wrapping up for this morning, we will turn it over to the NASA team in Houston to take us through the next phases of the Crew-7 mission. Our friends at the Johnson Space Center will provide continuous live audio-only coverage along Crew-7's journey home until we rejoin from Hawthorne approximately 1 hour prior to splashdown. You can find the audio-only link by visiting nasa.gov/live and clicking the mission audio link, or searching for NASA Mission Audio live feed on YouTube at go.nasa.gov/live-ISS. Meanwhile, we will rejoin for live visual coverage starting roughly 1 hour prior to splashdown. And as always, you can find mission updates on X at NASA, at SpaceX, and on the web at nasa.gov. Thanks for watching, and we'll see you again soon. Bye! 終わっちまったよ！なんもなかったよ！無駄にかっこいいな。終わったんだけど。ちなみにね、リアの推しね、ジェシー、左の子推しなんですよ。かわいいの。さっきのピースしてた子、スペース X のことなんですけど、チャームポイントというかね、ここにね、いつもこのネックレスしてるんだよね。めっちゃ可愛くない？ツイッターとかもさ、いつもこれつけてんの。あげてくれてんのかわいい。どんな服着ててもこれつけてんだよね。かわいいよね、そういうの。いいね、ロケット。まあ、リアもどんな服着ててもこれつけてますけどね。いや、でもロケット、いいな、かわいいと思って。ちょっと、よきです。皆さんも押してください。ジェシー。で、今日は、全然見れなかったので、別の配信をちょこっと見ようかなと思っています。仕方がないじゃん。だって、何も映んなかったんだもん。で、なんか映るかどうかすら、全然それは今日映るとやりませんも言えるものでもないから、仕方がないんだけどね。よいしょ。はい。ちょっと前のハッチクローズの様子をご覧いただければなと思います。どっか行かないで。ハッチクローズの様子を流します。少し。こんな感じで見れるはずだったんです。今日は残念、見れなかったね。こんな感じでね、クルードラゴンがいて、あとここのところにドッキングポートがあって、っていう感じの様子が見れて、こう離れていく様子が見れたらよかったなという感じですわ。だね。ね、こんな感じだったんです。で、ハッチクローズの様子っていうことなんで、ハッチをクローズするんですけど、
これがね、だいたい今から、何分前 ?2 時間くらい前かな。分離の前にこうやってね、人を入れて。あとこれもよく見えるの。このさ、ドラコもよく見えてよくないこれ。こういうのをさ、みんなに言いたかったんだけど、まあまた今度かな。ログド。366日間。すごい。インスペースアクロシスティ。すごいね。2回で。366日。めっちゃいいじゃん。なんか、1年間丸々っていうのいいね。ここにドラコっていうエンジンがあるんだけどね。これで向きを変えたりとかしてるの。すごい可愛くないこの。なんかね、斜めに切ったような感じなんだけど、これがノズルになってますね。向きが違うノズルが3つついてるって感じ。これが1,2,3,4,5,6。4面についた上で頭にも4つついてるから、6、4、24、25、26、20、1,2,3、1,2,3,4,5,6、7、8、9、10、11、16個 ?16 個か ?16 個ついてます。合ってる ?1,2,3,4,5,6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、多分合ってる。16個。Remember, so over the last week, we've had a total of 11 astronauts and cosmonauts aboard the International Space Station. The departure today will bring it back down to the 7 crew members we typically. こんな風に見えるはずだったんです。残念ですが。で、こうやって人が乗っていく様子も見れました。Again, that undocked the hooks to open the station craft. ちょっと面白いけど、こうやって見てるか。Once the crew and Dragon Endurance exit the approach ellipsoid, we will be out of those. 抜け殻だ。抜け殻だ。We will be out of that. 先に抜け殻を置くの？Joint management between NASA and SpaceX will continue to control the rest of the flight, Dragon flying autonomously the entire way home. Meanwhile, Mission Control Houston will continue monitoring the return of the astronauts and cosmonauts. 人の抜け殻だ。And while we won't be on air after exiting the approach ellipsoid, we will continue to provide updates live on our mission audio coverage on nasa.gov. ちょっと面白いね。ちょっと不気味だけど。which has been in space by the time it splashes down tomorrow for 199 days. これ切る瞬間見たいんですけど。Crew-7, who are currently aboard Konstantin Borisov International Space, bringing back that critical research and not just the ground. これ座るとこの座席の下だ。Our hatch closure coverage this まだ来てなかった。The hatch between Dragon and the International Space Station now closed. All 4 returning crew members of Crew-7. Looks like she might be preparing to do so now. And just behind that, you see International Space Station, and they're preparing for a splashdown tomorrow. Again, we anticipate that undocking to happen around 10:20 a.m. Central. 終わったわ。なんで終わったんだけど。全然ハッチクローズしてないじゃん。As you can see, it's beginning to enter an orbital night クロー time. ズしたのかな。抜け殻のまま終わったんだけど。ねえ、なんでハッチクローズする瞬間って映ってなかったんかな。リアこれ初めて今見たんだけどさ。NASA TV ってね、ずっとテレビ番組みたいな感じでやってるんだよね。だからもう見逃すとね、どんどん流れていっちゃうんだけどね。こういう映像は貴重。あんまりこう残んない。While Mission Control Houston will continue monitoring the return of the astronauts and cosmonaut. And while we won't be on air after exiting the approach ellipsoid, we will continue to provide updates live on our mission audio coverage on nasa.gov. Again, this view inside Dragon Endurance, which has been in space. これも見れなあんま思うように見えなかったので、別の分離を見たい。いや、分離をみんなに見せたい。だってこれ半年に1回しかないんだもん。
どれだ ?6、6、6、クルー6でいけるかな。クルー5でどうかな。クルー 4？ クルー6の分離どこだろうな。アプローチ&ドッキングはあるんだよね。アプローチ&ドッキングじゃないんだよ。そうじゃなくて、ちょっと見てみるか。クルー6アンドッキング。あ、アンドッキング、これか？この時夜なんだけど見れてるわ。あ、席違いますね。ジョンがいない。これがクルー6の時の分離でして、今日と同じような画像が使われたりするんですけど、ここっすね、ここのとこ。Dragon separation is confirmed. この辺で分離が見えてたはずです。見えるかな？でっかい影がね、だんだん遠ざかっていくんだけど。At 6:05 a.m. Central Time and after 184 days on the International これが Space 今日見たかったんです Dragon け has ど、 departed the orbiting こちらは laboratory クルー traveling 6の映像です。 256今回のではあり statute ません。 miles over the Pacific Ocean. 残念ながら今日のは見れませんでした。残念。Depart burn 0 complete. We saw the two successful undock burns, 1 and 2, again, both of the undock burns just a couple of seconds long, as well as confirmation that the depart burn is complete as well. ドラゴンもこうと、あとの緑と赤なのか。そうだよ、そうだよ。船と飛行機と同じだよ。緑と赤は高校とそのままの色です。And with the successful undocking, again that coming at 6:05 a.m. Central こんな Time, 感じで right 離れて on いくみたいだ time, ね。Dragon, Endeavour, あ and とほ Crew んと遠くまで 6  行っ begin た their らこ journey う、 back. こんな感じでずっとスーッと We'll continue our coverage 行 until って、こういう Dragon. 感じのさ、映像も来たりすることがあって、あとほら、こういう ISS の映像も出したりとかすることもあって、これはね、見てみないとわかんないんだよね。だからもう今日は、ある意味ちょっと外れだったかもしれないけど、また見に来てもらえたらこういうのが見れる日も来るかもしれない。という感じなんですね。めっちゃ横向いてる。すごい。わかりやすい。スイッチの切りました。いや、今日はね、映ってなかったのと思う、ずっと。映ってたら出してると思うよ。今日はね、多分夜だからって言って映らなかったんだと思いますね、何かで。or 12:17 a.m. Eastern, September 4th, and that will be followed by the クルー6も夜中だから、クルー5とかクルー4とか、でもクルー5ってあんまりなんかいっぱい見た覚えがないんだけど。アンドッキングで検索してみようかな。こっちがクルー5。今日みんなが見たかったもの。これだけ見たら終わりにしようか。ミヤも深刻な作業あるし。今日みんなが見たかったものを見せて。
こんだけ打ち上げやっててもまだクルー5とかクルー6、7とかそれぐらいなんだね。そう思うとまだまだこれからどんどん100とかなるかもしれないし。来た。まだ一桁台のうちに見守ることができてるのって、もしかして最古さん？Dragon Endurance undocked 262 statute miles over the Coral Sea. SpaceX on the big loop separation confirmed. Second copy, Vtuber. おー。So a successful separation. Again, Dragon undocking at 1:20 a.m. Central Time, 2:20 a.m. Eastern Time, with Dragon and station flying 262 statute miles over the Coral Sea off the northeastern coast of Australia. So with that, Dragon now stepping into Depart burn 0 nominal. 割と密閉してないのね。まあ、あの中は見えるようになってるけどね。密閉はしてあるよ。すごい。Alright, so undock burn is completed. That depart burn 0 completed. Next one coming up in just a couple of minutes, but with Dragon now flying free, I'm going to toss it back over to Shiva and Leah at MCCX in Hawthorne to take us through the rest of the flight. Thanks a bunch, Dan. So we had some great shots there of the first depart burn. We're coming up on depart burn. So that was the depart burn 0. We're coming up on depart burn みんなが今日見たかったものはこれでしょ? Now this will be a short firing of the Dragon's Draco thrusters. The burn just lasting about 16 seconds. You can see that Dragon has begun to fly away from the space station, and these initial depart burns essentially increase the range rate from the station so we can get away from the International Space Station and get out of these various different spheres of control around the vehicle that keep both of the vehicles safe. これが見たかったでしょ? 残念、みんな今日は見れなかったんだけど、リアも見れなかったんだけど。That 16-second burn, that increases the speed at which Dragon is flying away from the station. It's going to start to send it up and over the space station. It'll eventually come いつかリアタイムで見るぞってまたリアと一緒に見に来てもらえたら嬉しいな。次はいつだろう。半年間なんで半年後ですねまた。So there's a good look at where depart burn 0 takes us. We'll also be standing by for depart burn 1. That's another short burn, about 21 seconds. That's going to keep us on that trajectory to go over and then eventually down and behind the International Space Station. Depart burn 1 is also going to be what's going to send us out of the keep out sphere. That is an invisible sphere around the International Space Station. It's a boundary, 中にあるさ、ドラゴンエンジンがよく見えるよね、4つ。で、この蓋、テーブルハウスがこうパカッとなってるときに、中の4つを使うことができて、テーブルハウス閉まっちゃうと、この4つ使えなくなるから、ギリギリまで開けてる。Your spacecraft must be configured so that it would not cross that boundary for at least 4 orbits, even if for some reason it lost all maneuvering. カゴドラゴンも実況しません。どういうこと？カゴドラゴンってどういうこと？リアを大体やってるよ。Crew Dragon continuing to make its way further from the space station. We're continuing to get some really cool views from the International Space Station cameras. So this one's got Dragon, and it looks like one of the robotic arms. In the foreground, Dragon in the background, and of course the opportunity today was a little bit delayed from the initial timing, but as a result it turned out that we had better communications coverage so we could actually get some of these views from the space station. Now, Leah, I really like your explanation of the keep out sphere. I kind of analogize it to if you've ever flown into a major airport. There's an air traffic control team who's governing who can come into the airport, what timing they should go do that. And the keep out sphere is one of those imaginary constructs that allows the flight control teams of the visiting vehicles as well as the flight control team in Johnson to make sure that everyone is safe and no one is inadvertently entering to a place that is habited by people. Yeah, and we have a couple of those boundaries. The keep out sphere is the one closer to the space station, and the other is the approach ellipsoid. That one is a 4 kilometer by 2 kilometer. Again, an ellipsoid, it's more. It's not as much of a sphere, and it is also an imaginary shape, but it also helps us monitor those arrivals and departures of any and all visiting spacecraft. 日本一のロケットオタクじゃなくて、日本一のなんかよくわからんけどずっと見てる
オタクなんや。ロケットの映像を見てる回数やったら日本一言えんでりや。全部見てるもん。中国のロケットだけな、見てへんかもしれへんな。だって映像がないもん。映像あるやつは全部見てるからな。先端で開きっぱなしな。先端は着水する前に閉めます。ちゃんと閉めて。They were talking about the big loop, so that is the way that we refer to the combined communications between Mission Control and Johnson, the International Space Station, visiting vehicle, so Dragon, and then of course controllers here in Hawthorne. またエセ関西弁あったらエセちゃうわ。The approach ellipsoid. So what we're in right now, where we're talking on that エセちゃうで。関西弁や。普通の関西弁やが。Mission Control teams working together with Crew Dragon, with the space station. 大気発電の時に閉める。And we are actually coming right up on depart burn 1, so that's what's going to take us up and over the station. いつ地球に到着なんですか？明日のyes, it must be a little 18時 in confirmation 20 that 分 depart 頃 burn 1 20 has started. 分 Again, 違う it's な about 50分かな 21 50 second 分頃 burn に using those 着 service 水予定なの section で Draco thrusters. 18時 And every once 20 in a 分ぐらいから while, 見とけば thank you こ to の the 子がこの子じゃ ground ないね station この子じゃないけど or the ground operators on the Johnson side. They give 流 us れ星 some のようになって落ち higher てくるのが見えますよきっと SpaceX on the big loop, depart burn 1 nominal, and we see Dragon on a nominal trajectory away from station. At this time, you are go to doff suits per procedure 4.012. And finally, I have a reminder that the big loop will be deactivated following Dragon's exit from the approach ellipsoid. Dragon copies, and to the teams at NASA and SpaceX, thank you for なんで最初から閉めへんのここを中にスラスターある言うてんねんこれこの丸いか4つがあるじゃんピッ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 ってこの4つがロケットなんよちっちゃいロケットでこのロケット使ってこうフフフフって向き変えてあげるから閉めたら使われへんくなるやろIt has been a privilege to add to the legacy. Semper Fidelis. It is absolutely overwhelming to back away from the International Space Station. メンバー誰ですか？メンバー？ On the place we've called home for almost half ク a ル year. ー5のクルー7のどっち？これはクルー5だから昔のやつだよ。今の違うからね。We're incredibly proud. 姿勢制御して落下軌道に調整するんですよね。そうだね。姿勢制御して落下軌道っていうか帰ってくる軌道に入れますけど。こんな感じなのきっと今日は見れたんでしょうけど見れなかったので、また今度いつか見ましょうねこういうやつ。はい、こんな感じ。かわいい。魚みたいでかわいいよね。なんか光金メダルに見えてきません？リア的になんかドラゴンは光金メダルなんだけどめっちゃかわいいよね。That was a beautiful view of the space station as we all the mission control centers all over the world. Thank you very much for your support. It's a privilege and a pleasure to work with all of you at the mission control centers. And反対側についてると思ってた。いや、あるこっちについてると思うでしょ。ちっちゃいロケットみたいだもんね。違うんだよね。よくね、書き間違えられるんだよ。この辺から炎を書く人いるんだよ。違うから。これテスト出るよ。これは体験突入能力はありませんよね。なかったらどうすんねんな。人乗ってんねんで。ありますよ。ザクじゃないんだから。Some words from all 4 Crew 5 members giving a final farewell to the International Space Station as... And Dragon Houston on the big loop, Dragon has exited the keep out sphere. We wish you safe travels and looking forward to seeing you back on Earth. Copy, Houston.
So we just heard from the Capcom, the capsule communicator in Houston, that Crew Dragon has exited the keep out sphere. That was the imaginary boundary we were talking about just moments ago. 200 meters in radius around the station. One of those safety zones while we are in joint operations that help us monitor any spacecraft arriving or departing. So before moving into the keep out sphere, again, that the rule essentially is the spacecraft, if it for some reason lost maneuvering capability, it would not cross into that border for at least 4 orbits. パラシュートなしでもそれだったら着陸できるってマジ？ We don't have that いや無理でしょ。 same requirement. They are now well out of the keep out sphere and heading toward the approach ellipsoid. Yeah, that's part of the reason why we have all of those flight rules and the mission control teams there. Each operator is evaluating their systems to ensure departure. 上側についてんで。 Dragon 明 undocking. 日見たらわかると思うわ、でも。スラスタでは着陸無理だし、着陸じゃないし、そもそも。だから、着陸は無理なんじゃないかなと思うよ。パラシュートは、明日これ見れるからね。ぜひ見てください、明日。こんな感じで上に、上の方だけ残して、下はこう、いなくなるから。明日見れるから。リアの配信では見れないかも。リアルタイムでは。その日のまた午後とかに見れたらいいんだけど。うん。とりあえず明日リアルタイムでは見れないと思ってもらえたら。ここのね、ここについてますね。ここの。よいしょ。ちょっと待ってね。シュッ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 。ババン。ここの上の、この、A little bit because the side hatch is about halfway up the capsule itself. So, they will egress to that, be taken out for some routine medical checks, and eventually they will board a helicopter tonight just within a couple of hours of splashing down that will take them back to Florida before they fly back to Houston, and Anna Kikina will also fly back to Russia. こんな感じでした。ってことで、皆さんが見たかったグルー5の見たかったであろう分離の瞬間をお見せしましたので終了でございます。リアは寝て明日の配信に備えるぞ。じゃあもう一回だけリアの宣伝をしまして終了します。ハッチの中にエンジンってことはドッキングアプローチには使えないってことですよね。どういうことですか？ISS へのドッキングの時ってことかな。打ち上げた直後に開けます、ハッチは。なので、ISS へのドッキングにも使います。あのエンジンは16個あって、ほとんど同じようなエンジンがついてるから、使わないとかはない。って答えになってるかな。そのタイミング、ドッキングのタイミングがちょっとよく分かってないんだけど、 ISS にドッキングするって話だったら打ち上げ後に噴射します。打ち上げ後にもうハッチを開けますので、その時に使えるようになります。 ISS に接近する方向にも噴射できるんでしょうか？接近する方向ってさ、上下なんだよね。なんていうか、そのトラックのさ、周りを回ってる人にさ、こう走りながら追いつく感じ。リレーを思い浮かべたらいいかな。リレーでさ、バトン渡すときさ、一緒に走るじゃん。一緒に走っただーって追いつこうとするじゃん。みたいな感じよ。なんていうか、まっすぐドーンって行くんじゃなくて、速さ合わせて乗り移るみたいな、そんな感じなんだよね。だから接近する方向にまっすぐこうビュンっていってビュンって曲がるだけじゃなくて、
こう地球を回ってる間に高さをこう上げてこう近づくみたいな感じだから、あと接近する方向って言うけど、四方八方にエンジンついてるからいろんな方向に曲がれます。回ることもできるので自由自在ですね。着水や内閣府の時間かぶってる？かぶってる。ドッキング直前に ISS に吹きかけてもいいの？わかんない。吹きかけてるんじゃないかと思ってたけど、少しくらいは。でも結構周りでピピピピってなってたよ。最初はバネかもしれないけどね、離れていくときは。イベント中におまけがあるんでしょうね、期待しとく。難しいかもしれない、本当に。っていうのは、内閣府の配信、今からちょっと説明するね。明日、臼井クリアのチャンネルの方で、内閣府の宇宙開発利用対象の表彰式を中継します。よいしょ。で、この表彰式が、よいしょ、こんな感じ。こうするね。シュ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 。はい。表彰式の配信が明日ね、あるんですが、表彰式、副音声をリアがやって、当日の受賞事例を紹介していきたいと思っています。はい。第6回宇宙開発利用大賞、内閣府宇宙開発利用大賞の PR キャラクターのスイクリアです。そんでね、今日ごめん、だいぶ息がマイクにかかっちゃってごめんなさいね。直します。ふぅ。んで、明日の16時半からこちらの配信をするんだけど、多分ね、ISS から帰ってくるときも、クルーじゃないクルー7が帰ってくるときも、こっちの配信を優先して行ってると思うから、多分見られないと思うなっていうとこ。なので、興味ある人そっちを見てもらったら、NASA のを見てくださいねっていう感じかなと思います。ミアも後で、せっかくね、古川さんいるから、後でもう一回、アーカイブとかはしたいなーって気持ちはあるんだけど、で、配信中、こっちの表彰式の同時視聴してる間に、そのクルードラゴンの着水の話をすることはできると思うんだけど、クルードラゴンの方を、なんていうのかな、両方に窓をこっちで映すみたいなことはできないので、こちらは、また後で見るねっていうことになってしまうかも。それはちょっと今回は申し訳ないんだけど仕方ないということで、こちらの宇宙開発利用大賞、ぜひ見に来てくださいね。よろしくお願いします。過去の表彰式とかもしかしたら見れるのかな？ちょっとね、リア、ドキドキなんですよ。これ、本当に、まあ、しっかりした激ヤバな表彰式なわけなので、ね。みんな見に来てね。これで、いっぱいな人が来てくれたらきっとまた、今後いろんな新しいことにチャレンジできるかもしれないし、ミアのことだけじゃなくて、こういう内閣府とかと、それから、リアみたいな新しいことをしている人たちが結構ね、今回は宇宙開発利用大賞にもエントリーしたんだけど、そういう新しい波みたいなものが、なんかこう、
爪痕残せるんじゃないかな、どうかなって思ってるので、ぜひね、興味があってもなくても見に来てください。もうここは見に来てってめっちゃ言う。で、告知が遅くて本当にごめんね。ちょっと調整がいろいろあって、いつ言っていいのかなとかあって、リアがちょっと遅かったのでごめんなさい。そこは本当にごめんなさい。明日のね、午後19時半からなので、まだ仕事してるよって人もいるかもしれないんですけど、仕方ない。だって平日にやるもんだもん、こういうのって。仕方がないもん。仕方がないんだもん。なので、ぜひ見に来てください。でもアーカイブでも嬉しいので、見に来てね。仕事しながら見ようかな。それでも OK だよ。リアが OK って言っていいのかわかんないけど、怒られなければ OK だよ。はい、頑張ります。ってことで、まずこちら。出てくるクルー5&キングリプレイヤーではちょっと消そうね。はい、あともう一個。夕方会。そうなんだよね。仕方なくない？だって。わざわざ夜にやらないでしょ。お仕事なんだから。そしてはい、こちらカイロス再度枠を立てました。32時間後にはね、ライブ配信してるそうですね。3月13日午前11時1分に再度打ち上げに挑戦するというプレスリリースが出ました。このカイロスロケット、固体ロケットとしてちっちゃいね、日本の固体ロケット、民間ロケットでは初だし、それに民間独自の人工衛星打ち上げロケットっていうところでも初だし、関西からね飛ぶっていうのも初ですからね。楽しみですね。あと新しい和歌山からの車上っていうところもあるし、本当にこの日本の宇宙開発の新しい時代って感じのミッションなんじゃないかなと思いますので、ぜひ見に来てくださいね。短期打ち上げ型小型衛星というのは日本の秘密の衛星を乗っけて飛ばすということが分かっています。また今後防衛省との開発で上弾をメタンにするという研究が進められることが分かっています。こんな話を明日は明後日はしていこうかなと、明日わかんない、3月13日はしていこうかなと思っています。それからカイロスの方ではオフィシャルパブリックビューイングパートナーとして配信をするんですけど、前回のようにイベントスペースでのイベントはないそうです。現地に行ってただこう見てるってだけになるよっていうアナウンスもね、チケット持ってる人はそうらしいんですけど、配信の方も実施されるということなのですが、イベントの方はないそうですので、どんな感じかわかんないけど、リアが結構喋れる時間があるのかもしれませんね。でね、今日カイロスの打ち上げがさ、3月13になったじゃないですか。実はね、さっき見てたクルー7の機関がこの打ち上げに関連してたんですよ。このクルー7さん帰ってくるときにめちゃくちゃ早いじゃん。どこ通るか分かんなかったりとか、分かりはするんだけど、何があるか分かんないから、そのタイミングで打ち上げを避けていくっていうのがありまして、なので古川飛行士が宇宙から帰ってきたら飛ばせますねっていうことで、さっきのねミッションとこれもね関連があったんですよね。そう思うとなんか全然違うもの見てる感じじゃなくて、ちゃんとなんか考えてんだなって思うと面白い。逆に言うと、もしだよ、いきなり明日のカリフォルニアの天気が悪くなっ、カリフォルニア？ケープカナベラルのケープの海のあの辺がすごい天気悪くなって降りられないよとかなったら、
着水を延期するとかなったらカイロスも延期されるかもしれませんね。そんな感じのレベルで関連してるらしいですよ。前回のカイロス配信から見始めたみまとみんです。ありがとう。岡山県民なのかな。宇宙のこと全部わかんない素人ですが、今日の配信も素人にもわかりやすい説明で楽しく視聴しました。いや、なんもわかんないって人にでも面白そうの先を知ってもらえたらと思って配信をしてるから、そう言ってもらえて本当に嬉しい。これからの配信も楽しみです。ありがとうございます。こちらこそだよ。リアが言う言葉だよ、それ。ありがとう、本当に。これから来てくれるのが本当に楽しみ。リア、アイドルもやってるから、アイドルの方もよろしくね。はい、ということで、この2つ、よろしくお願いしますね。自然と詳しくなってるよ。でしょそうなんですよ。たまに言われるんですけどね。なんかちょっと面白そうだよね。難しそうだけどって言われるんですけど、難しそうだけどそれは難しくないように話すのがリアの配信であってって思っちゃうので、ぜひね、じっくり見てもらえたらと思います。ってことで、まずは明日ね、内閣府のお仕事頑張りますので、ぜひ見守りに来てもらえたら嬉しいです。そしていっぱい同説やって VTuber 界にも宇宙界にも両方とも激震を走らせようぜ。明日なんだって VTuber が内閣府のお仕事でこんなに同説がいて、こんなに PR の実績があってしたいし、で VTuber 会話としてもすごいんですよ。 VTuber としても最先端だし、ロケットとしても宇宙開発としても初めてのことだしっていう、やってやりましょうよ、みんなで。ロケットのことはこのチャンネルでありがとう。コーチありがとう。JAXA の研究者もロケットを学ぶチャンネル。宇宙のことはここで学んだ。ほんと？ありがとう。動画とか作れるようになりたいな。はい、あとグッドボタンもぜひ押していってね。もう押した？リアは押してくれないとこんな顔になります。1いいねごとに目が開いていく VTuber。ありがとう、みんな。お疲れ様です。楽しかったです。ありがとう、ありがとう。グルンちゃん、メンバー新規ありがとうございます。ワイやん、ワイちゃんありがとう。1回目のは無言だった？もしかして。ありがとうね。アッキーソダハラちゃん、クルー世代にようこそ。ありがとう。チュンちゃん、5件のメンバーシップありがとう。いつも嬉しい。でもチュンちゃんがメンバーシップを配るのに、チュンちゃんがメンバーシップに入っていないのがすごく、なんでなんでワイちゃん、お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございました。ハート送っときますね。シルティスさん、ありがとう。グッドありがとうございます。グッドありがとうございます。グッド嬉しい。ありがとうございます。なんで入らないの？違うな。なんで人にあげるの？なんかありがとう。ね？どういうこと？自分は入ってないって言った瞬間に入ったね。残念、チュンさんに届かなかった。スリッパーさんが投げたの？ありがとう。でもなんかさ、あれが出てこないんだけど、5件の薄いクリアメンバーシップを送りましたっていう、あれが出てこないんだけど、なんでかな。
なんでそういう設定あるのかな。出ませんみたいな。わかんないけど。出てこなかった。スリッパーちゃんありがとうございます。メンバーシップのね、やつ持ってる人はね、スタンプを送ることができますよ。パンジャンドラムの。最近みんなにスタンプ使ってもらう機会少ないよね。歌枠では結構いろんな推しのね、棒があるので、楽しんでいただけると思うんですけど。パンジャンドラムやパンジャンドラムなんといっても。ツイッターでドラゴンの写真投稿されてる？ほんと？これかなぁ。いや、違うなぁ。どれだろう。ちょっとわかんなかった。スペース X には載ってなかったね。NASA にあるのかな。載ってないかも。待って。調べてる間になんか始まってた。待って。パーナビちゃん。うすいくりメンバーシップギフト、ありがとうございます。パーナビちゃんにありがとう。それから、チョコちゃん、ありがとうございます。パンジャンドラム皆さん使ってください。かわいいパンジャンドラムを。ごめんなさい、スリッパーさんありがとうございました。もらう設定してないんじゃないの？メンバーシップギフトが来られました。ありがとうございます。作業配信をよくはやってないですね。たまにやっていますので、作業配信が見れます。リアと一緒に作業したりとか、リアと一緒にとなんかうなったりとか、リアと一緒に、無理とか言いながら作業することができるっていう。マイナーポンコツ兵器 Vtuber でもあるのか。これロケットだよ、ロケット。ロケットついてるでしょ、横に。ロケット推進だからさ。クリア姉ちゃん、クリア姉ちゃんですよ。名前の後ろのイラストどうやって変えられますか？これはね、このままずっと続けていれば変わっていくものなんですよ。バッジって言うんですけど、1ヶ月の人はこのバッジ、2ヶ月の人はこのバッジっていう風に決まってて、すごい長い人はロケットになっていく。なるほど。そうなんです。たくさんグッドありがとうございます。ねえ、歌枠とかも今度するから見に来てね。リアの深刻な作業の裏でって詰まっているこの歌いたい欲、これを解放する時が来たらぜひ来てください。初期のリボンが可愛いんだけどロケットに変わっちゃった。なんだって？ロケットが不満か？ロケットが不満か？じゃあ1個増やしとこうか。最終的にリボンに戻る。まだ増やせるはずなんだよね、確か。歌役楽しみ、ありがとう。去年の節分に豆投げなくてメンバーシップ入った気がする。そんなもういないのに豆もういないよ。リボン付きロケットがいい。そんなちなみにリボンはこの頭のリボンですね。このリボン。リアも気に入ってます、このリボン。
プてかバッチ一新するか、そろそろ。それもありだな。楽しそう、それはそれで。よし、終わるって言ってから立っちゃったな。はい。では、明日の宣伝もしたし、寝て、そしてまた明日の内閣府宇宙開発利用対象の方でお会いしましょう。入るタイミングをした。じゃあ、次の歌枠でペンをこう、ペンライト振るときにしたらいいんじゃないでしょうか。あ、でも一個ある。ちょっと考えてることがあるから。そしたら入るのはどうか。ちょっとね、また考えてる。4月から考えてる。4月からちょっと変わるかもしれないんで、ちょっといろいろ変えようと思ってるので。なので、いつでもいいんですけど、月始めがいいですよ。やっぱ入るのはね。じゃあ、皆さん、お疲れ様ありんでした。おやすみ。バイバイ。3月中に本当は変えたかったんだけどね。なんといってもね、深刻な作業が終わらないっていうのがね、ありました。どうしようもない。では、おつ、シュッ。ふわー、今日も頑張ったー。よし。今日はどこに飛ばそっかなー。よし、明日の内閣府宇宙開発利用対象の大気圏に皆さんを吹っ飛ばします。では、いってらっしゃい。バイバイ。